こんにちは、アンナスです。今日は、ユニクロのトートバッグ、なんかね、ギフトバッグらしいんですけど、ここに赤い紐がついてて、結構前から売られてて、で、教室でも生徒さんが割とよくこれ持ってきて刺繍されてるんですけど、なんかすごい勧められて、これいいですよって言われて何年か経つんですけど、そう、なんか刺しやすいらしいので、で、なんかちょっとロゴも入ってるんで、これ裏に刺繍しようかなと思います。なんかサイズは S サイズを買いました。でもなんか M と L もあったんで、でも S が刺繍しやすいかなと思って、なんか皆さんはお好きなサイズを選ぶといいかなと思います。それでは手元の方にどうぞ。はい、では、ユニクロの巾着なんかトートバッグ、ギフトバッグって書いてあるんですけど、普通にトートバッグも売ってました。で、ギフトバッグの方はここに紐がついているやつでで、なんかサイズもちょっとちっちゃいのがあるんですよね。トートバッグはこのサイズあるのかな、なんかパッと目についたのを買ったんでちょっと全てを確認してないんですけど、この一番小さい S サイズです。290円で買えるんで結構安いですね。で、ここにロゴマークが入ってるので、なんかこれを隠す刺繍をなんか考えてもいいんですけど、ちょっと思いつかなかったので、今日は普通に裏側に刺していきます。で、雑貨の刺繍の、なんか何でも、トートバッグとか巾着とかってもう何でも刺繍できるんですが、手芸雑貨店のページの手芸道具のこのブローチの刺繍を150% 拡大で、真ん中にドンと、これぐらい刺繍枠ぐらいのサイズになったんですけど、これぐらいのサイズを写していこうと思います。はい、それで下敷きを中に入れます。で、ちょうど真ん中に刺繍するとバランスがいいので、まず半分に折ります。で、折り目ここですね。で、150% に拡大した、もう大体でいいんですけど、真ん中ってはっきり言ってわかんないんで、ざっくりこの辺からちょっとこう光にかざして、これで真ん中をちょっと見てもらって、で、これ入れとかないとダメですね。これ下敷き、なんか硬いものだったら何でもいいです。普通にプラスチックの下敷きでいいと思います。で、この真ん中の線とここの真ん中の線を合わせて、で、巾着だから絞るでしょ。だからやっぱ下の方か。なんかユニクロのロゴマークが正解ですね、これはね。ユニクロのロゴマークあたりの、ただあんま下すぎると、物入れた時に待ちができるんで、気持ち上の方にしておいて、で、待ち針で留めます。で、これチャコペーパーです。もう青しか今入ってないんですよね。で、中、二重に入ってる、ビニールが二重に入ってるんですけど、二つ折りに入ってるんで、だいたい図案サイズの大きさにカットしておきます。それで、めくって、ちょっとこれどけて、で、インクの方を、下にセットして、これでなぞっていきます。で、斜線は、刺す向きなので、斜線は写さないでなぞります。はい、では写せたので、結構綺麗に写ってますね。
で枠をはめます。枠は緩めて2つに分けて、結構本当に10センチぐらいのサイズになりますね。じゃあちょっとこの基本的なお花からやっていきます。でもなんかお花サテンステッチでやるのあれだな、フレンチノットでやろうかな。じゃあちょっとフレンチノットは最後にするので、ハサミ、ちょっと一番大変なハサミから、今自分が刺繍したいところを真ん中に、ちょっとずれてますけど真ん中に設定して、はめ直して刺繍していきます。で刺繍糸はこんな感じ、なんかトリコロールプラス、なんか青がグラデーションになってますね。この4色でやっていこうかなと思います。でやっぱりハサミは、赤ですね。そう、この赤とこの赤似たような赤を選びました。ここがねちょっとずれてると気持ち悪いんで、できるだけこれDMC だと498が近いかなと思いました。もうちょっと朱色っぽいかな。この辺り全く同じじゃなくてももうちょい朱色でも合うかもしれない。で2本取りで放射状に刺していきます。でこう手繰り寄せて、でもし邪魔だったら待ち針とかで留めておくといいですね。最初絵の中に小さい波縫いを入れて一つ前の穴、糸の上に刺すとこれで絡まって止まってるので、出ているところをギリギリでカットしておきます。でまず1本入れて、でガイド線ですね。先にこうやってもう入れておいて、でここを埋めていく。このちょっとまっすぐになっているところは普通に横横に刺していいんですけど、このカーブがきついところは外側は普通に刺してもいいんですけど、内側はたまに同じ穴を刺さなきゃいけなくなると思うので、あんまりぎゅうぎゅうになりそうだったら今みたいにちょっと針1個分内側のステッチもたまに混ぜつつ、でもこればっかりすると内側がスカスカになるので、基本的には端から端までのステッチをちゃんと入れて、たまに短いステッチを入れるっていう感じにするとうまくいきます。でこんな感じで1ブロックずつ埋めていきます。できれば線の外側を刺すといいですね。これ刺しやすいですね。柔らかいし。これでまた隣のブロックを埋めていく。これを繰り返していきます。はい、ここの丸が2つできて、でも同じようにここ長方形を横横に刺すでも刺してあります。でハサミの、刃先の方は、ちょっと斜めに設定します。で、本の図案の方には向きが逆で書いてあるんですけど、ちょっと私が写した図案がちょっとこっちが左側が少なかったんで、この向きでこの斜めで刺していこうと思います。でなんでこの斜めで刺し始めるかというと、こうやって刺していくと最後刺繍糸の端が、頂点になるように設定したいからなんですね。だから最終的にちょっとアウトラインステッチに近い感じにはなります。もう先に頂点だけ今作
作っておきました。で、戻りながら間を埋めます。修正しながら、基本的には隣隣に刺して埋めるんですけど、なんかこう隙間が空いてるなと思ったら戻って上から足すっていう感じで、先の方を最初に作っておいてから、あと残りを埋めて、で下なんか合流させるって感じですね。はい、ボタンもやりました。サテンステッチで刺すだけなので、ボタンの穴をフレンチノットステッチの本では1回巻きなんですけど、ちょっと図案大きくしたので2回巻こうと思います。糸は同じ2本取りです。空中で2回巻いて同じ穴に刺すんですけど、糸1本か2本またいで刺します。で引き絞ってから裏から針を引っ張るとこれで出来上がり。だから、フレンチノットってたくさん刺してないと結構埋もれてしまうので、もし埋もれてしまった場合は後からでいいんで、フレンチノット終わってからここがちょっと隙間が空いてこう布が見えてるなみたいな人は一気に渡すんじゃなくって、フレンチノットとこの端っこのところに足すみたいな感じで、なんか3段階ぐらいに分けて足すといいと思います。なのであらかじめたっぷりサテンステッチを入れておくといいです。でこんな感じで2箇所で、紺色のところは紺と紺だとちょっと目立たないんで、白か何か薄い色で穴をフレンチノットしようと思います。はい、フレンチノットもできて、で次が、刺繍糸の部分なんですけど、タグの部分が1番でもこれは刺してあります。で2番が、糸の部分、ここはアウトラインステッチになるのでアウトラインステッチをやっていきます。まず1目作ります。これ3本取りですね。でちょっと先に出して最初に作ったステッチをちょっとギュッと押して糸の下に入れ込みます。でこれを繰り返していくと半分ずつ重ねる形になって、なんかこうねじってる綱みたいな、これも刺繍糸だからこの刺繍糸もこうよりがあってねじれてるんですけど、なんかそういう感じの表現ができるかなと思います。でカーブの部分はちょっと細かくした方がカクカクしないでいい感じになります。で、元の、サイズが結構ちっちゃいので、これアウトライン3本取りでやると結構モコモコになって、これ二重でこうやりたかったんですけど、中がもう1本でもうこれ以上埋められないっていう感じだったので、図案は1本になっているんですけど、二重っていうのはちょっと図案を変えます。こう外側の半円みたいなのを、中でももうちっちゃい半円みたいなのをもう一列作るっていう感じでやっていきます。はい、それではここの糸のアウトラインステッチが終わったので、もうサテンステッチは説明しなくてもいいかなと思ったんで、上のところだけやりました。これ横横に刺して、ちょっと順番が違うんですけど、拡大したから上から刺すっていうのがもうちょっと無理だなと思って、
元々のやつはサテンを丸く刺して上から向き変えて刺すだったんですけど、だから1と4なんですけど、まず1番横横に刺して、でその後2番は縦に残りの部分を刺すっていう感じでやりました。で次が糸の部分ですね。でここは左右にバックステッチを入れて、で、上からアウトラインステッチを刺すんですけど、本数を変えてます。4本取りでもまあいいかなとは思ったんですが、多分これが3本取りだからちょっと細くなるんで、もう6本でやります。左右に縦にバックステッチですね。はい、バックステッチができたのでアウトラインステッチをやっていきます。このバックステッチを隠すようにバックステッチの外側から針を出して、で、糸巻きの糸を表現するんでアウトラインステッチをやっていくんですけど、こんな感じでザクザクやっていきます。で1列目がこれでできたら、その左右のバックステッチを隠すように刺していくんですね。で最後同じ穴から出して曲げるだけのステッチを入れて、これで1列目出来上がりで、2列目は少しだけ開けます。ぎゅうぎゅうに詰めないで少し開けて、で重ねる方向を同じにします。なので、この下に入ってるから下に入れていきます。やりづらい方は右から始めたんで全部右からやるとか、そうやってやるといいと思います。これでずっと下までやっていったら、この下のボビンじゃないや、糸巻きの下もサテンステッチで縦にやって出来上がりです。糸巻きができたので次はお花に行きます。お花はフレンチノットでやろうと思います。ブローチの方はサテンでやってるんですけど、で、6本取りの2回巻きで、こういう丸いお花を刺繍する時っていうのは、まず線の通りにフレンチノットをぎゅうぎゅう詰めにぐるっと一周刺します。それで丸い形を作ったら、中2周目3周目っていう感じで埋めます。なんか最初が結構重要ですね。はい、これで1周できたので、また2周目、3周目までやるともう何が何だか分かんなくなると思うので、3周目ぐらいではもう隙間を埋めていくっていう感じでやっていいと思います。できました。で、アウトラインは4本取りでもうやってしまってます。で、次が葉っぱですね。葉っぱは真ん中に1本入れて、これを頂点と設定して、左右少し短いのを入れる。で、さらに左右どんどん足していくと、ちょっと葉っぱが丸くなってきます。細長い葉っぱがいいっていう場合は、このぐらいで止めておくといいんですけど、もうちょっと丸くしたい場合はどんどん足してちょっと丸みをつけるといいですね。これは2本取りです。葉っぱは2本取り。これぐらいかな。こんな感じでずっと
左右作っていきます。はい、ではできたので枠を外してで待ち針も持ち手が邪魔だったんで待ち針を止めてたんですけど、これを外してで久しぶりにチャコペーパーなんでこう図案を消すところをちょっと霧吹きでもねアイロンするんでどうせここが肩ついてるんでなんですけど、こういう感じでお水で濡らすと消えますっていうことですね。あとちょっと細かいところはちょっと丁寧にやりつつ、はい、これで出来上がりです。以上です。いかがでしたか？チャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いします。それではさようなら。